今日、インテルの株が1日で24%上がったのだ。1987年以来、約40年ぶりの最大上昇なのだ。NISA で S&P500 を積み立てている人なら、今日の市場全体の動きも要チェックなのだ。1987年ってバブル崩壊の直前じゃないですか。その時以来の急騰って相当すごい話ですね。他にも今日は何が起きたんですか？今日は世界中で大きなニュースが重なったのだ。1本目、インテル株プラス 24% の新損。2本目、G7 がロシア、中国の核増強に警告。3本目、トランプ政権の湾岸復興ビジネスに米企業を売り込み中。4本目、チャーター通信が過去最悪の株価下落。5本目、アルゼンチン前財務省の汚職疑惑。では早速いくのだ。まず1本目、インテルなのだ。CNBC によると、インテルの株が4月24日に 24% 急騰し、終値は1株 82.57 ドルになったのだ。これは1987年10月以来、実に約40年ぶりの最大の1日上昇幅なのだ。今年だけで株価は 124% も上がっていて、昨年も 84% の上昇があったのだ。インテルって2024年に株価を 60% も失って CEO が解任されましたよね。あの頃の惨状からどうしてここまで回復できたんですか？理由は3つあるのだ。第一に、新 CEO の一句。単な就任後にバランスシートを立て直したのだ。第2に、トランプ政権と NVIDIA から大型投資を引き出したのだ。NVIDIA は昨年50億ドルを投資したのだ。第3に、AI ブームに乗り遅れていたインテルが CPU を AI 時代の必需品として再定義し、データセンター部門の売上が前年比 22% 増の51億ドルに達したのだ。わかりやすく言うと、インテルは AI 界の縁の下の力持ちになったのだ。料理で例えれば、華やかな食材は NVIDIA の GPU だとしても、それを動かすための電気コンロ、CPU がインテルなのだ。AI が普及すればするほど、CPU の需要も必ず増えていくのだ。NISA で S&P500 を積み立てている人には、これはどんな意味がありますか？インテルって S&P500 に含まれていますよね。ブルームバーグによると、今日は S&P500 とナスダックが共に最高値を更新したのだ。インテルは S&P500 の構成銘柄だから、直接的な恩恵があるのだ。NISA 口座に100万円積み立てていた人なら、今日1日で数千円の含み益が増えた計算になるのだ。AI 半導体の競争が激化すればするほど、インデックス投資家にとっては追い風が続く可能性が高いのだ。市場全体が上がる日に、一方で大暴落した銘柄もあるって聞きましたけど。2本目はチャーター通信なのだ。マーケットウォッチによると、チャーター通信の株が今日過去最悪の下落を記録したのだ。原因はブロードバンドのインターネット加入者数が予想以上に減ったことなのだ。アメリカでは固定ブロードバンドを解約して、スマホの 5G だけで生活する人が急増していて、チャーター通信はその波をまともに受けているのだ。日本でも似た話があるのだ。固定光回線を使わずに、スマホのテザリングだけで生活するモバイルルーター派が増えているのだ。チャーター通信の苦境は、ケーブル通信会社全体のビジネスモデルが 5G によって根本から崩されつつあるということを示しているのだ。インテルが勝ち組なら、チャーター通信は時代の変化に乗り遅れた側の典型例なのだ。3本目、トランプ政権の中東ビジネスなのだ。ミドルイーストアイによると、トランプ政権がクウェート、バーレーン、UAE などの湾岸諸国に対し、イランの報復攻撃で受けた被害を米国企業で復興させるよう売り込んでいるのだ。ビスタットエネルギーの試算では、湾岸のエネルギーインフラだけで修復費用が最大390億ドル、日本円で約 5.8 兆円に達する可能性があるのだ。5.8 兆円の復興市場を米国企業が総取りしようとしている、ということですか。でもバーレーンの石油精製所が攻撃を受けたことを考えると、その被害を出した張本人側の国が復興ビジネスを売り込むって、ちょっとずうずしくないですか？ MEE の取材では、あるアラブ高官も少し空気読めてないと言っているのだ。ホルムズ海峡をめぐる米国とイランの対立がまだ続いている中で、湾岸諸国は再び戦闘が起きるのを恐れているのだ。それでも米国はアメリカファースト、外交として経済的な結びつきを前面に押し出してビジネスを取りに行っているのだ。これは戦争と経済が一体化した経済的外交の典型例なのだ。私、率直に言うと、この構図って過去の歴史と全く同じだと思うんですよ。イラク戦争後にハリバートンが復興特需で巨額の利益を得たじゃないですか。今回も同じパターンが繰り返されているように見えて、複雑な気持ちになります。鋭いのだ。2003年以降のイラク戦争後、ハリバートンやベクテルが復興特需で何十億ドルもの契約を獲得したのだ。今回の中東復興も全く同じ構図で、戦争、復興ビジネス、アメリカ企業が利益を取るというサイクルが繰り返されているのだ。歴史は本当に同じパターンで動くのだと僕は思わずにいられないのだ。
4本目、G7 の核警告なのだ。SCMP によると、G7 の非核三担当外交官グループが声明を発表し、ロシアと中国による核兵器の大幅な増強と近代化を深く憂慮している、と述べたのだ。この声明は、月曜日からニューヨークで始まる核不拡散条約、NPT の再検討会議の直前に出されたのだ。G7 には日本も含まれますよね。日本にとって核軍拡競争が進んでいくというのは安全保障上でどういう意味を持つんですか？日本にとって核問題は最もリアルな安全保障の脅威なのだ。中国は今後10年で核弾頭を3倍以上に増やすと見られていて、ロシアも近代化を進めているのだ。さらに SCMP の記事には、トランプ政権が33年ぶりに核実験の再開を命じたという情報も含まれていたのだ。これは NPT 体制そのものが崩れる可能性を示唆しているのだ。唯一の被爆国として、日本の声明がこの会議でどれだけ存在感を持つかが問われているのだ。5本目はアルゼンチンからなのだ。LA ナシオンによると、前財務省セルヒオ・マッサの在任中に SIRAS というシステムをめぐる大規模な賄賂事件の疑惑が浮上しているのだ。世紀の窃盗とも呼ばれ始めているこのスキャンダルは、アルゼンチンの深刻な腐敗体質を改めて浮き彫りにしているのだ。マッサといえば、一昨年の大統領選でミレイと争った人ですよね。当時は財務省だったのに、その在任中に汚職をしていたと疑われているということですか？その通りなのだ。アルゼンチンはこの数年、年率 100% を超えるインフレと経済危機に苦しんできたのだ。その混乱の裏で公金が私的に流用されていた疑いがあるのだ。ミレイ大統領は、既存政治の腐敗を打破するとして当選したが、こうした疑惑が明らかになることは、ミレイ政権の正当性を逆に強化する可能性もあるのだ。日本でも政治と金の問題が繰り返されているが、アルゼンチンの深刻さはそれとは比較にならないレベルなのだ。冒頭でインテルが40年ぶりの最大急騰と言ったのだ。改めて考えると、2024年に株価を 60% 失って解任された CEO が遺産として作った仕組みの上に新 CEO が AI ブームを乗せた形なのだ。何かを諦めた後でも正しい戦略があれば復活できるということをインテルは証明したのだ。今日を振り返ると、インテル足す 24% と S&P500 最高値は AI 時代の勝者が明確になりつつあることを示しているのだ。チャーター通信の暴落はその裏返しなのだ。G7 の核警告はウクライナとイランという2つの核次元の紛争の影響で世界の核秩序が静かに揺れていることを示しているのだ。トランプ政権の中東復興ビジネスは戦争と経済政策の境界線が消えつつある新時代の外交の姿なのだ。今日覚えておくべき数字があるとしたら何ですか？390億ドルなのだ。湾岸復興の推定費用約 5.8 兆円。これをめぐって米国企業とアラブ諸国の間で外交的な駆け引きが続いているのだ。ホルムズ海峡の停戦が本当に定着するかどうかでこの数字の行方が決まるのだ。みんなは今日のニュースの中でどれが一番気になったのだ？コメントで教えてほしいのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースをわかりやすく解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。明日は引き続き中東情勢と NPT 再検討会議の行方を注視するのだ。またね。